左かな。神楽坂みたいな。あ、見えた。見えた？竹の湯。竹って書いてある。気持ちいい？今4番湯竹の湯にちらっと入ってきました。ちょっと激アツだったんで水で加水して入りました。気持ちよかったです。あ、でもポカポカするね。ね。うん。なんだっけ。湯の花。あ、湯の花がすごい浮いてて、なんかでも最初は人の赤みたいなね。うん。なんかいっぱい入ってました。漂ってました。いい温泉なんでしょうね。5番湯、松の湯です。なんかお湯が柔らかかったような気がします。で、あとちょうどいい温度だったので入りやすかったです。鍵をくれ、鍵を。洞窟の湯。ここがこの景色見たからこっちだ。あ、ここ初めて通る？そうだね。ここは新館だそうです。確かに新しい感じがしますね。これ？あ、それこ
これ行きたいです。そう、こればっかりはわかんないです。なんか素敵だよね、すごい。開いてる。開いてる？開いてる。おお。ああ、これ夜行ってもステンドグラス照らしてんだ。本当に？あ昼急いで行かなくてもね、いいね。夜素敵かもね。おお、なんか秘湯感がありますね。洞窟だ、本当に。洞窟風呂です。いやー、気持ちよかったですね。今でもう9棟目を巡りました。ちょっと暑いの、水分補給忘れてたので、さっき買ってきた信州りんごジュースをいただきます。あー、うまっ。体に染み渡る。今日一日どうでしたか？いや、もう最高でしたよ。あー、もう見どころいっぱいっつって、やばい、どうしようってテンション爆上がりだった。テンション爆上がり。一泊じゃなくて2日ぐらいがちょうどいいかもね。これわかんないね。館内がもうさ、全部素敵すぎてね。ここには雪がちらちら残ってますね。寒いです。帰りましょう。にゃにゃちゃん。チーズケーキ。ぬるい。まあもう冷蔵庫入れらんなかった。おはようございます。今から昨日入ってないお風呂にちょろっと入っていきます。お響く。開いてる開いてる。一番人気の歳月の湯です。歳月。おお。こちら貸し切り露天風呂歳月の湯です。富士山と松の木が描かれています。素敵です。明るくなってきました。これから外湯を巡ります。早朝の温泉街は誰もいなくて、もう6時になった。9番湯から行きたいと思います。そこ湯？反対側かな、女湯は。鍵は一つしかないので、どちらかを先に開けて行くことになりますね。入ってきますね。渋い。今一番人気の9番湯に入ってきたんですけど、足まで使ったんだけど、もうやけどするかと思ってすぐ出ました。8番湯見つけました。はい。
8番湯に入ってきた。にゃんこー太っててかわいい。よかった。8番湯も激アツで足をちょっとつけるだけで入れませんでした。夫は気合で入っておりました。どうでしたか？すっきりしてる？気持ちいい。暑いくらいが気持ちいい。7。最後7番湯気合で入りました。上がったらすっごい気持ちいいです。体から立ってる、立ってる立ってる、ね、じゃあ真ん中の渋高薬師で満願成就となりますので行きましょう。階段を登るみたいです。下駄で上がるのは厳しいですね。着きました。下には9番湯が見えるのかな。コンプリートしました。すごいね、これ全部入ったんだね。わあ、美味しそうだね。ご飯にとろろをかけて、お好みで生卵や漬物、湯豆腐、ポン酢です。美味しい？猿はいるな。9時25分ぐらいから歩き始めてます。汚れてもいい靴とズボンで行った方がいいですね。これは雪ですな。こちらはこの階段を登るんですか？9時52分でした。もうちょっと進むっぽいね。早速お猿さんを発見しました。小猿いる。小猿みんな並んでる。入ってる。かわいい。おあそこだ。
想像を超えた。想像を超えたね。すごいなんか赤ちゃんザルとかもいっぱいいたし、すっごい可愛かったです。メインイベントになったね。じゃあ戻りましょうか。戻りましょう。はい。埋もれていく。美味しいね。熱々だよ。熱っ。うまっ。あれ、こしあんだ。うん。これうまい。お疲れ様でした。今もう一度渋温泉に戻ってきたんですけど、お土産を探し回っています。ちょっとお昼に戻ってきちゃったのでお店が開いてないかもしれないです。これ人気やね。あとこれがすごい有名らしいよ。水巻きパン。渋猿くんまんじゅうが欲しかったんですが休憩中です。おもろいね。こんにちは。ありがとうございます。すいません。こんな工事もあるのよ。こんな工事も、この下に温泉が通ってんの。あ、この下。うん、そう。ほら、入って。素敵。ありました。すっごいいっぱい入りました。渋は天然のお風呂って有名なのよ。いいお風呂でしょ。私も行ってくる。あ、いいですね。ありがとうございます。なんか不思議な足湯だね。じゃあこれにて渋温泉一泊二日旅終わります。すごい大満喫でした。ありがとう渋温泉。はい。